皆さん、こんにちは。ウキウキジャパニーズポッドキャストのお時間です。私のチャンネルは、日本語学習者さんがナチュラルな日本語を聞くことで、自然と日本語が話せるようになるためのポッドキャストです。はい、皆さん、いかがお過ごしですか？毎日楽しく過ごせていますか？私はね、夏になってから、プラス思考で楽しく過ごせる日が多いです。というのもね、私、晴れた日がすごく好きなんですね。日本はね、今夏なんですが、最近は夏らしい青空がすごく綺麗な日が多いので、外に出る日は今日もいい日だなーって思っています。はい。でもね、日本では梅雨なんですよ。梅雨。雨の季節ですね。うん。他の動画でも詳しく以前ご紹介しているんですが、雨がたくさん降る季節なんですね。台風が来て、一日雨が降る、なんだか暗い日もあります。だからかもしれないんですが、最近はね、マイナス思考になる日もありました。うん。思い通りにいかなくて辛いなとか、将来が不安だなとか、そういうふうに思う日も実は多かったです。例えばね、仕事のこととか、暮らしのこと、恋愛のこと、うん。いろんなことが思い通りにいかなくて、自分にね、すごく自信をなくしていました。でね、そんな時にふと思ったんです。じゃあ、私はどういう状況になったら心から幸せだなって思えるんだろうなって。私はね、幸せが何かみたいなことを考えるのが結構好きなんですね。そういう話を人とするのも好きです。皆さんはどうでしょうか？このね、動画を開いてくれているっていうことは、もしかしたらそういうね、テーマに興味があるのかなと思います。幸せ。はい。皆さんにとっての幸せって何ですか？人によっていろんな形があるものだと思います。皆さんはね、その幸せを言葉にできますか？言語化できますか？私はね、最近31歳になりました。いろんな人が、お誕生日おめでとうって言ってくれて、すごく嬉しかったです。コメントをくださった方、いいねをくださった方、本当にありがとうございます。でね、30代になった今、20代前半だった時と考え方がちょっと変わったんですよ。うん。幸せとは何かっていう疑問の答えもあの頃とはかなり変わったなぁと思います。うん。今回の動画では幸せとは何かというね、お話をしていきたいと思います。動画の後半では私が大好きなアニメの名言もご紹介するので最後まで聞いてもらえると嬉しいです。チャンネル登録といいねボタンで応援をお願いします。コメントも待ってるよ。はい。そもそもなんですけど、人っていうのは幸せを求めて生きたいって考えやすい生き物だと思うんですね。うん。例えば私は辛いこととか嫌なことがあると、幸せになりたいって考えるんですよ。うん。もっと幸せに生きたいな。もっと幸せな人生にならないかな。はい。そうやって今のね、状況を悲しんで、時にはね、周りの人の幸せそうなところを見るのが辛いなって感じることもあると思うんですよね。じゃあね、そもそも幸せって何でしょうか？うん。幸せといえば、例えばお金持ちになるとか、成功をするとか、そういう大きな成果を生み出すことって考える人もいると思います。大きな夢を叶えて、何でも思い通りになったら、きっとそれは
幸せですよね。でもね、これってつまり今が幸せじゃないって考えているってことじゃないでしょうか。うん。今のね、状況じゃ自分は満たされていないんだなっていう、そういう考え方かなと思ったんですよね。つまり、幸せになりたいなって思っている時の自分は足りていないものに集中しすぎているんじゃないかなって思ったんです。あれがないから今の自分は幸せじゃないとか、こうなっていない理想じゃない自分はまだ満たされていないっていう自分にないものばかりを見ているから自分は幸せではないって考えちゃっているんだなっていうふうに気づいたんですよ。例としてね、例えばですよ。私は今すごくマイクが欲しいんです。うん。ポッドキャストで使うマイクが欲しいんです。マイクがあれば、皆さんにもっと綺麗な音声で、ポッドキャストをお届けできると思うんですね。でも、まだ持っていないから、今はスマホのマイクを使っています。うん。スマホってね、実は音声が綺麗に取れるので使っているんですけど、持ちながらこうやって話をすると腕がね、すごく疲れるんですよ。だから本当は置いて使えるいいマイク、あるいは服とかにつけて使えるピンマイク、そういうちゃんとしたマイクを持っていないから買わなきゃいけないんです。でもね、お金が足りないんですよ。このね、チャンネルはまだ成長していないから広告収入がもらえていないんです。だからね、今このチャンネルは完全にボランティアで動画を作っています。でもマイクって安くないんですよね。だからマイクのお金は他で私が稼がなきゃいけないんです。私のね、チャンネルは足りていない部分、マイクもないし成長もしてない。だから私は幸せじゃない。こうやって考えることってできるんですよね。でもね、そういう時って足りていないものばかりに集中しちゃっているから幸せじゃないっていうふうに思っているんですよね。でもね、じゃあ今持っているものに感謝をするってどういうことかなっていうと、例えばスマホのね、音声が良くて良かったな、マイクにできるものがあって良かったなとか、チャンネル登録者さんに応援のコメントをもらえて嬉しいな、今日も動画を最後まで見てくれる人がいたんだな、嬉しいなとか、そういうふうにね、今持っているものに感謝をして持っているものに集中すること。そうすると、たとえね、マイクを持っていないっていう状況は同じでも、すごくね、幸せを感じられるんですよね。だって、私はすでに満ち足りていていいんですよね。今もこうやって動画を皆さんが見てくれているし、いいねボタンを押してくれる人もいるだろうし、今までコメントで応援してくれた人もいます。ね？ほら、私はもう幸せを感じていいんですよ。確かに、いつかマイクを買うためのお金が入ってきて、そのマイクでポッドキャストを撮ったら、もっとたくさんの人が喜んでくれるかもしれないです。未来はね、もっと素晴らしいものになるかもしれません。だけど、だからといって、今が幸せじゃないと考えるかどうかっていうのは自分次第だな、自分の考え方次第だなって思うんですよね。今、自分が幸せかどうかって自分自身で決められることだと思うんです。はい。つまりね、私の考え方としては、今に集中して幸せを感じる力があること。それが幸せだと思うんですね。はい。これをね、思った時に思い出したアニメのセリフがあって、鬼滅の刃っていうアニメを知っていますか？鬼滅の刃。日本ですごく人気だし、知名度の高いアニメなんですが、簡単にね、内容を説明すると、
人食い鬼、人を食べる鬼を退治する少年たちのお話です。その物語に出てくる主人公の男の子、炭治郎、その妹の禰豆子のセリフにとってもね、いいものがあるんですよ。はい。それが、幸せかどうかは自分で決める。大切なのは今なんだよ。前を向こう。はい。まずね、前提として、禰豆子とか炭治郎の家庭は裕福とはね、言えない家庭だったんですね。6人兄弟がいて、お父さんがいなくて、お母さんが一人で子供6人を育てていたんです。で、炭治郎は長男で、その妹の禰豆子が上から2番目のお姉さんだったんですね。はい。だから2人は家族のために働いて、弟とか妹たちの面倒を見ていました。炭治郎はね、長男で、とっても責任感が強くて真面目なんですね。だから、禰豆子とか他の弟とか妹たちに裕福な暮らしをさせられなくてごめんって思っていたんです。もっと俺が頑張らないとって責任をね、感じていたんです。それに対して禰豆子はどうして謝るの？裕福じゃないからってどうして私たちが幸せじゃないって決めつけるのって怒ったんですよね。うん。このシーンね、私はすごく感動して涙が出ました。炭治郎たちは確かに裕福な家庭には生まれなかったかもしれないです。でも家族の絆が強くてお互いに支え合っていて、そういう暮らしの中で禰豆子はね、ちゃんと幸せを感じていたんだよっていうことが分かったシーンなんですよね。このね、セリフから思ったことは、ないものを求めて文句を言うこともできる。けど、今すでにあるものに感謝をして前を向いた方が幸せなんじゃないかなっていうことです。今ね、持っているものを改めて手に取って、それを大切にできる心、それがあれば幸せはね、案外毎日もっと感じられるものなんじゃないかなって思いました。皆さんはこういう話って人とすることはありますか？私はね、中学校とか高校の頃、こういう話をね、よく修学旅行で友達とするのがすごく楽しかったのを覚えています。修学旅行っていうのは学校のみんなで行く旅行ですね。例えば私たちは関東から九州とか関西とかに修学旅行で行きました。泊まりのね、旅行なので友達と同じ部屋で寝るんですよね。でも夜には先生たちが見回りをして生徒たちがね、ちゃんと寝ているかなっていうチェックをされるんですよ。だから先生に見つからないようにこそこそと夜遅くまで話をするのが定番なんです。はい。友達とね、こそこそ話をするからこそ、なんかね、いつもよりも楽しい気がするんですよね。そうやってね、人と話をすることで考え方とか視野が広がることがあるので、今回はね、こうして私の考え方を動画にしてみました。はい。ということで、今回の動画はどうでしたか？楽しんでもらえましたか？こういうね、考え方みたいなのって、正解はないと思っているんですね。いろんな人の意見や生き方を見ることで、ちょっとずつ変化するものだし、それも楽しいと思うんです。だから、皆さんが同意してくれる部分があれば嬉しいし、違う意見があれば、それも興味があります。ぜひね、お気軽にコメントで教えてください。ということで、こういう動画が面白かったな、役に立ったな、と思ってくれた人は、いいねボタンとチャンネル登録で応援をお願いします。今回も最後まで見てくれてありがとうございました。みんな、今日も幸せを感じて生きていけるといいよね。では、次の動画でお会いしましょう。またねー。